皆さんこんにちは。今回は、マリオメーカー計算機で、ルート2の近似値を求める回路を、作りました。今回の研究の、元々の目的は、ルート2を計算することではなく、マリオの世界で十進法を、扱う方法を、作り出すことでした。先行研究で指摘されているように、マリオメーカー計算機の、三大問題、の、一つに、プレイヤーの健康問題があります。せっかく二進数で計算結果が出ても、我々が答えを認識するためには、十進数に変換しなくてはいけません。何十桁もの二進数を十進数に変換するのには、多大な目の疲労と精神的苦痛が伴い、日本の医療費の高騰につながりかねません。したがって今後は、我が国の国策としても、十進法の研究を進めていくことが重要となってくるでしょう。十進法で数を扱う最初のステップとして、今回は十進法で1から順に数を数え上げていくカウンターを作ることに成功しました。これがカウンターの1桁分です。ブラックパックンを上から落としていますが、これが10個溜まると、10匹目は右へと跳ねのけられ、残りの9個が下に落ちる仕組みになっています。このように、ブラックパックンに押された音符ブロックの下にある甲羅が左へずれ、落ちた先にある横向きバネで甲羅が転がり始め、くるくるブロックを叩くという仕掛けです。くるくるブロックが元に戻れば、またブラックパックンを貯めることができます。甲羅は土管から補給されます。B スイッチは、甲羅の位置を音符ブロックの真下に修正するために置いてあります。このカウンターを3つ横に並べると3桁のカウンターになります。今回は自動的にブラックパックンが1匹ずつ降ってくるようにしておきました。今98、99で間もなく100になるところです。2回繰り上がりが起きて、100の表示になりました。しかし、もう一度よく見ると、10の位への繰り上がりが起きている最中に、次のパックンが落ちてきてしまい、くるくるブロックをすり抜けてしまっています。10匹目のパックンが落ちてきてから、それがくるくるブロックに伝わり、そのくるくるブロックが復活するまでの時間を空ける必要があります。だいたい6秒くらいです。そこで、ブラックパックンを降らすレールの一周をこのように2倍にすることで、降る間隔がおよそ3秒だったのがおよそ6秒となり、不正なすり抜けを防ぐことができます。ここで、降る間隔を2倍にできたことがポイントです。マリオメーカーには、縦横のレールだけでなく、斜めのレールを敷くこともできます。このように、斜め45度の正方形のレールを敷いてみます。すると、レール B の一周の長さは、レール A のルート2倍になります。この A と B のレールの下に、先ほどの十進カウンターを1台ずつ設置すれば、A の下のカウンターは、B の下のカウンターより、ルート2倍のスピードでカウントが進みます。2台のカウンターの値の比がそのまま、ルート2の値の近似になっています。さらに B のカウンターが100になった時の A のカウンターを見れば、小数台2までの近似値がわかります。実際にやってみました。左側の水色の部分が A のカウンターで、右側の灰色の部分が B のカウンターです。B のカウンターが100になった時に、一番右端の B スイッチがブラックパックンで押され、音遊びが起動するようになっています。また、カウンターの下に、ブラックパックン回収用のコンベアを設置しました。ステージ右端のリフトで、ステージの上部へと回収されます。ステージの上部には、A と B のレールが設置されています。下から回収したブラックパックンが、1匹ずつ運ばれるようになっています。B のレールはスペースの都合上、折れ曲がっていますが、一周の長さは、さっきと同じです。
B のカウンターが遅すぎて、100に達する前にマリオは寿命を迎えてしまいました。これでは残念なので、少しせこいですが、2個ずつブラックパックンを落とすことにしましょう。それがこちらです。今度は、さっきよりゆっくり様子を見てみましょう。カウンターの部分と、レールの部分、2画面でご覧ください。ちょうど2匹ずつブラックパックンを運ぶのは意外と難しいです。A のレールの方は安定していますが、B のレールでは、パックンを拾うときに、無関係のパックンがこぼれ落ちたり、3匹拾ってしまったりすることがあります。それでも、最終的になんとか2匹が、カウンターに運ばれるようになっています。B のカウンターが100に達して、音遊びが起動しました。A のカウンターの値は、どうでしょう？ルート2を求めるときは、斜めのレールを使いました。マリオメーカーでは、もう1種類使えるレールがあることを、思い出しましょう。こうすると、C のレールの1周の長さは、A の2分の倍になります。そのため、A と C のレールの下にカウンターを置いて、A は毎回2個、C は毎回1個のブラックパックンを落とせば、A のカウンターと C のカウンターが示す値の比は、円周率に近づいていくはずです。今回は、ルート2の時のように、結果を10進法で表示することは諦めています。そのため、マリオが死んだ時の A と C のカウンターの値で、円周率を分数で近似したということにします。円周率を計算しながら、今後の展望について話します。まず、前半で紹介した10進カウンターいろいろな応用可能性があると思います。今回は1の位にしか、ブラックパックンを投入しませんでしたが、10の位や100の位に、投入することもできるので、10進法の数同士の足し算が実現できそうです。ただし、繰り上がり処理が間に合わない問題を回避する必要があります。そのためには、例えば、3桁の数を足したい場合、最初に100の位を投入していき、それが終わったら自動的に、10の位の投入へ移り、それが終われば、自動的に1の位の投入に移る、という方法が考えられます。また、今回は10進カウンターでしたが、10進法だけでなく、同じ構造のまま、4進法以上のカウンターなら作ることができます。2進法のカウンターを作るには、構造を工夫する必要がありそうです。今回の、ルート2や円周率は、特殊なケースであって、同じ方法で例えば、ルート3の値を計算できるわけではありません。しかし、今後マリオメーカー計算機の研究が進んでいけば、任意の値の平方根を計算したり、素因数分解を行ったり、もっと高度な計算や、プログラマブルな計算機が実現するかもしれません。遠い将来、さらに計算が高度化していけば、マリオメーカー計算機でマリオメーカーを実現したり、マリオメーカー計算機が新たなマリオメーカー計算機を発明する時代がやってきて、我々が計算機を苦心して作り上げる時代は終わりを告げるでしょう。そろそろマリオが寿命を迎えそうです。カウンターの値は、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、曲がったレールは、実は完全な円とは
ちょっと違いそうです。もっとも、これを円だと金利することで、円周率を求めたわけですが、今回の金利は、仮にマリオが500秒ではなく、100年に切ることができたとしても、3.14 で始まる円周率の、真の値には全く到達できそうにないので、別の方針を考えた方が、良いと思われます。さらなる研究が望まれます。ご清聴、ありがとうございました。